コパチグーテリアモン女子です。とんでもないことになりました。僕が現実世界でアンバサダーとして活動しているこの間に、なんとデジタルワールドですごい発見があったらしい。みんなはデジタルワールドシャンバラって聞いたことありますかね。僕もまだ調査中なんで、みんなは多分そんなに聞いたことないと思うんですけどこれね、歴史を揺るがすような大発見なんです。僕ちょっと忘れてたんだけど、研究員なんですよ。そう、研究員としてこのシャンバラについて調査していこうと思っております。ということで今日の企画はデジタルワールドシャンバラ大調査。いやー、忘れてた僕の本職は研究員ということで、アンバサダーの仕事が楽しすぎて、そしてデジモンオタクとしてのこの血が騒ぎすぎて忘れておりましたが、新しい情報が出てきたとなったら、このデジタルワールドどんどん注目していかなければならないシャンバラについてもういっぱいいっぱい研究していきたいと思うんですけれども、ここだけの情報をねもう仕入れてあります。なんて僕は敏腕なんだ。本当に気づいてなくても集まってきちゃうこの情報が。やっぱね、このね実力の差ってやつですよ。それをね、せっかくなんで皆さんにご紹介していきたいと思います。調査開始。テリアモン助手研究室。ここにですね、シャンバラについての情報が記載された資料がございますので、まずそれを見ていこうと思います。一緒に世界観を深掘りするメモもゲットして、こちらの情報はねもうね皆さんにとって初出し、僕の研究結果といっても過言ではない。はい、一緒にチェックしていこうと思います。まず1枚目、デジタルワールドイリアスに次ぐ第3デジタルワールドがこの今回紹介していきたいデジタルワールドシャンバラということになっております。僕のメモにはですね、シャンバラ自体は昔からあったんですけれども、観測認識できるようになって大陸などがあることが分かったっていうのがこの最近ですね。最近なんですよね。そう、あるっていうのは知ってたんだけど、もう一つの世界しっかりこう解明してきたという感じなんですね。でこのシャンバラについて世界の起こりがスサノーモンはみんなにとってももうね親しんでますもんね。創世の力によって現在のシャンバラの姿へと書き換えられたと。難しいこと書いてありますけど、一応読み上げていくこのシャンバラの管理者であるホストコンピューターがコンロンの漢字はね、山に昆虫の昆、そして山に論じるとかの論の言弁じゃない方と書いて、中国の伝説の山が由来なんだって。でこのさっき言ったホストコンピューターっていうのは、コンロンはデジタルワールドでいうこのイグドラシルはみんなよく知ってるもんね。イグドラシルとかと同じ存在で、いないと世界が崩壊する重要な存在です。世界のバランスが崩れそうな時にバランスを取る役割があると。ホストコンピューターっていうんだからそりゃそうだなって感じだよね。でこのシャンバラという世界について大陸が見つかっております。原始大陸と芦ノ島からなる東アジアのデータが色濃く反映されており、中国や日本にまつわる進化をしたデジモンがいるらしいと。でシャンバラの広さなんだけど、これメモね、これちなメモな。芦ノ島がフォルダ大陸と同じくらいのサイズで、でも意外と広いね。今判明している原始大陸と芦ノ島を合わせるとデジタルワールドと同じくらいのサイズ感だって。やばくね？広くね？これは研究のしがいがあるね。そして原始大陸と芦ノ島以外の陸地、現在観測されてるのはね、僕が頑張って調査したけどこれのみなんだ僕くまなくこう調査しましたけども、原始大陸と芦ノ島以外の陸地はまだ観測されてなくて、もしかするとこの研究が進めば何かしらのね進展があるかもしれないので、ここだけじゃない可能性すらあると。そして、
ここからはこのシャンバラの英雄たちとかを紹介してますね。天帝八部衆とか、原始体力と足の投手がするデジモンで分かれてるんだって。両陣営のまとめ役的なのが釈迦モン。いやー本当にこうジャッジメントするみたいなのが一番強そうな幅も取っておるなっていう感じですけれども、釈迦モンさんがいらっしゃって、いろんな閻魔モンさんとか龍眼モンさんとかね、かぐやモンもいるんだが、これはなんか親しみのあるデジモンと、あと新しく見たデジモンもいらっしゃると思うんですけれども、はい、たくさんいらっしゃいますね。原始体力を守るのが三英傑。やっぱりデジモンもいろんなことを組んでますな。原始体力を守るのが三英傑で、3体とも相当強い戦闘特化型。そして足の塔を守るのが三明神。陸海空に分かれているらしい。全員強そうですね。従っておきましょう。そして読みを管理する閻魔モンさん。読みとは他の世界のダークエリアに相当するっていうのは恐ろしいところですね。読みにもデジモンは住んでいて、独自の生態系が築かれているらしいと。そしてここでテリスケメモですよ。天帝八部衆の使命というのが分かっておりまして、釈迦モン、閻魔モン、三英傑、三明神の8体の役割はロイヤルナイツたちと同じく広くシャンバラを守るセキュリティの役割ということで、スタッフさんから天帝八部衆で戦ったら誰が一番強いのかなっていう質問が来てるけど、やっぱ釈迦モンさんが強くないとさお話にならないから、釈迦モンが一番強いの決まってるじゃん。そうだろうここでナタモンが一番強いですって言ったらはあってなるしかないですか。でも今までのデジタルワールドは完全に様相が違ってますよね。すごくなんていうの、和風で中国的というか、和風で中国的ってなんだって話ですねアジアンチック、そうなんかエキゾチックジャパンそれは全然違う単語が降ってきちゃって、そんな感じなのかなっていう感じね。テリケンシャンバラのデジモンについてさらに詳しく知るために、今回スペシャルゲストをもちろんお呼びしておりますよ。こちらの方です。デジモンアートディレクター小林さんです。株式会社プレックスデジモンアートディレクターの小林です。よろしくお願いします。小林さん、よろしくお願いします。アートディレクター、初めて聞いた単語なんですけど、普段どのようなお仕事をなさってるんですか？そうですね、普段は、デジモンのキャラ作り全般ですかね。新キャラクターの、コンセプトだとかデザインの方向性とか設定、世界観とかも含めてそうですねとか、時にイラストを描いたりデジモン玩具の企画などもやっていたりします。神じゃん天地創造神じゃん。さっき釈迦モンがなんだとか言って、釈迦モンの上いるじゃんどうする？今回のシャンバラに関しても割とすごく携わっていらっしゃるっていう会社で。そうですね、第3のデジタルワールドを作りましょうという話になってどういうテーマの世界観なんだろうっていうところから始まり、コンロンがいたり、天帝八部衆っていう人たちがどんなものなのかとか、大陸がこういう形なんじゃないかなみたいなところを、私の方で考えて、構築していってというような形でやらせてもらっています。プレゼンテッドバイ小林ってことすげえ話を聞いちまったぜ。そんな小林さんにシャンバラのデジモンについていろいろ詳しく聞いていきたいと思っておるんですけれども、まだね多くは判明していないこのシャンバラのデジモンたちなんですけれども、デザインのこだわりについて聞いていきたいと思っております。シャンバラの一部の名前と図鑑のイラストを初公開していただきたいんですけれども、よろしいですか？はい。これですか？これです。わおでもまだまだ他にもいます。けど僕たちはこれを今目の当たりにしてもう感動が止まらない。僕は気になることが言ってってもいいですか？はい。僕
僕やっぱりこの日本風のデジモン可愛いなと思ってて、ワンコモンと招きモンは一押しになりそうなぐらい可愛いと僕は思っておるんですけども、どんなモチーフ、どんな想像からこのデザインにしようっていうふうに行き着いたんですか？この2体とも共通してるのは、そのさっき言ってくれたその日本っぽさみたいな、どっちもモチーフがあるんですけど、ワンコモンに関しては犬の張り子人形、結構伝統玩具で一度は皆さん目にしたことがあるかもしれないですけど、見たことがございますよ。それをモチーフにした犬型の成長期のデジモンですね。可愛いでしょ。ちょっと狛犬の要素も入ってたりしていて、尻尾にマリを持ってる感じだとか、ちょっとね頭に角がある感じとかもそうなんですけども、ワンコモンはその犬の張り子をちょっとモチーフにした新キャラクターになってますと。これはご当地のお土産とかで売ってくださったっていうぐらい可愛いです。ありがとうございます。はい。そして招きモン。招きモンはもうその見た目と名前の通りは招き猫がモチーフになってますね。日本のまさにって感じですよね。その招く手の、でかすぎイメージをよりちょっと誇張して大きな手になって、これを持って戦うんでしょうね。これ持ってるんですね。持ってるというか、手が大きく肥大化してるような感じですかね。あれでブンって叩かれたら痛そうですもん。そして何よりもこの聖帝悟空門もかっこいいですね。はい。じゃあ中国側の方ですね。はい。悟空門はもうすでに皆さんもおなじみのデジモンだと思うんですけども、完全体ということで、もともとそのモチーフになってる悟空、西遊記の悟空、中国でも人気でのキャラクターというとあれですけども、すごく大事なね登場人物の一人だと思うんですが、それの新たな究極体の進化体を用意しましょうということで、今回聖天体制から名前を取って聖天悟空門ということで今回デザインをさせてもらっています。ガサモンのモチーフ、こちらはどうなりますか？ちょっと日本に戻っちゃいましたけど。こちらのカラカサですね。カラカサ、よくこの風来坊がつけたやつですね。そうですそうです。それのつくも神的なといいますか。日本には妖怪いっぱいいるし、八百万の神とか言って、いろんなものに宿ってるって言いますよね、魂がね。はい。それに取り付いているような謎のね見た目をしていますけども、そのカラカサをモチーフにした、これも和風らしいデジモンのガサモンは成長期ですね。この子もいろんなデジモンの進化の可能性を秘めた形になってるかなと思います。こっちの日本の方はちょっとやっぱ妖怪というモチーフもあっておどろおどろしい感じも多そうですね。はい。だってちょっと気持ち悪いもん、ガサモンのこのうねうねしてます。うねうねしてぬめぬめしてそう。たださ、この傘を取ったらすごいイケメンが現れそうなドリームもあっていいですね。そこはあんまり同調してください。中身知ってるからかな。そうかもしれない。そうですね。ここまで話題に上げてきたシャンバルのデジモンたちが育成できるデジモンペンデュラムから最新作が登場いたします。その名もデジモンペンデュラムカラー6左右ウォリアーズとデジモンペンデュラムカラー7東方ブレイブスです。はい、シャンバルのデジモンたちこれだけね紹介させていただいたので早く育てたいのという気持ちは満載なんですけれども、最近のデジモンはねもう本当に新情報だらけでみんなもどの玩具を購入するか、全部買うは買うけども何から手をつけようかって迷ってるところもあると思うんですけども、ドット絵だ。先ほどもちょっとご紹介しましたけれどもワンコモンとかもうドット絵で楽しめていると、こちら育てることができるんですね。はい、もちろんです。わお。詳細はプレミアムバンダイの受注ページをチェックしてください。僕受注大好き。テリアモン助手研究室。はい、つうこって
デジモンワールドの歴史が変わるデジタルワールドシャンバラ、こちらの方も僕は研究員としてもっと知りたくなってまいりました。ただもう全知全能の神がいらっしゃるということで、なんか小林さんに全部聞いたら全部話してくれそうな気もしたんですけれども、新しい世界シャンバラの魅力、これからもこの番組の方でどんどん伝えていきたいと思っています。小林さんも本当にありがとうございました。ありがとうございました。絶対また来てください。はい。それでは今日はこれでお別れです。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。そして X でハッシュタグハローテレラボをつけて感想などなど、このシャンバラについてこんなこと知りたいなどポストしてみてくださいね。今日はこの言葉でお別れです。天の幅切り、バイバイ。